沼熊真澄さん、当時17歳。爆心地から 2.5km の楠木町で被爆しました。崇徳中学校4年生だった沼熊さんは、体が弱く学徒動員に出られなかったため、寄宿舎の防衛に当たっていました。被爆直後、下級生が頬に大怪我をして助けを求めていた姿をいまだに忘れられません。長らく中学校の教壇に立った後、今は三原市で住職をしています。昭和20年頃ですから、もうすでに食料がなくなってきましたけれども、割とこの崇徳中学の寄宿舎生活というのは、弁当を持って工場へ出かけたり、それから動員で、市内の疎開作業をするために行く時には弁当はあるぐらいの程度です。しかしそれは工場へ行くのは大抵、上級生3年生4年生でしたが、それはもうほとんど寄宿舎で弁当をもらうと朝食べて、そして工場で今度はもう一食食べる。だから朝が2食、昼、2食といってもいわゆる弁当箱が薄いご飯が入ってるような状態です。混ぜご飯、ね、大豆が入っておったり、そういったような大豆かすですね、そういうふうなのを混ぜて、割とお米を使っておったような、しかし実際には労働者のような毎日毎日生活ですから、勉強というようなことはほとんどありません。で、私が昭和20年に4月から学徒動員解除されて、そして、どう言いますか、学校の方へ体が弱いもんだから残りまして、1年生2年生の指導と、先生の助手のようなことで、ところがその助手もほとんどが疎開作業、それから防空壕を作るとか、あるいは試験の監督するとかいうようなのを、片山君と一緒にやっております。寄宿舎ではまだ他には通う生徒もおりましたけど、同級生もおりましたけど、でちょうどそういった頃に、もう8月になってから、実際に8月の5日は大空襲があるという噂といいますか、なんか指令があったんですよね。それで、8月の5日をいろいろと何しておりましたら、夜中空襲警報が鳴って、だから私らが実際に寝込んだのが12時過ぎとったでしょうね。皆防空壕へ避難して、B29の音が夜空を響き渡った。そしてその明くの朝、みんなをどんどんともう出かけていきました。で、私と片山君は大体、この学校を守れと、空襲があった時に学校を守らないと。で、この近所の下級生も学校へ、中学校の寄宿舎の生徒はこれは外へ行ったわけです。ちょっと矛盾があるんですけども、寄宿舎の生徒はやはり外のどの地点へ行くんかは私は知っておりませんでしたけども、とにかく外へ出かけた。そして、空襲警報があって、それが解除になった、警戒警報だったんですが解除になって、やれやれ思って上着を脱いで、おった時に片山君が2階から降りてきて、そして誘いに来たんです。そうしたところはその時に飛行機の音がして片山君は窓の桟の上に上がって飛行機を見たわけです。で、飛行機がおると
いうことを聞いたもんだから、その辺りへズボンを履きかけておったのにズボンを置いて飛行機の方へ、まあ珍しいものではなかったけれども、まあいわゆるそういう誘いに乗って行った瞬間に、いわゆる火の玉といいますか、マグネシウムが何十個も同時に爆発したような状態になりました。それで、びっくりすると同時にもう体の向きを変えまして、学校寄宿舎の玄関の方へ走ったのは覚えてるんです。その次に気が付いたのは、その玄関の下でおったいうことに気が付いた。まあいわゆるセメントの肌触りで、ああこれは玄関の下をということから、すぐに、先生の名を呼びました。先生先生って2遍か3遍呼びましたけれども、まあ応答なしで、まあかすかな明かりを求めて、そこからまあ這い上がりました。で這い上がった時に、自分の姿いうものはポッキリ1枚とパンツ1枚でしたから、左の腕の皮は垂れ下がって、まあなんかで引っかかったんだろうと思うんですよ。そういったような状態で、まあ、呆然と立ち上がる。そしてこの講堂の前に来ました。そうしたところが、今名前忘れましたが、下級生の2年生だったろうと思いますが、その当時もう集まる時間でありましたからやってきました。それがいわゆるこの顔をひどくこう頬をえぐられたような状態で、来て、そして、上級生や医者を探さねえか。でちょうど鉄道部隊で、まあいわゆる運動場へレールを引いちゃ引く練習を繰り返しておるような兵隊さんがおったんですが、その本部のところへ入り込んでいって、なんとか傷の手当てをしてくれとお願いしたんですけれども、とうとうそれはできんと。それで、本当の校門から出て、それからずんずんと長塚あたりの方まで行ったわけですね。まあそれが一番最初のお医者を探していく道だったんです。ところが外へ出てみると、三笹の鉄橋、それから牛田のどう言いますか、あそこは工兵隊がおったんですから、馬の飼料ですね、それを置いておるところが焼けておりましたね。であちこちあちこちが焼けておる。で行ってもその火事があちこち、わらやが燃えておる。でまあもちろんお医者がどこにあるんかという記憶もなしに生きおるわけですから、その当時はまだその下級生と私ぐらいが歩くような程度の状態で、人も少なかったですけどね。そこでまあ一人、新谷君いうのが苦しんでおる姿を、大芝の、自動車学校があったところですが、そこは、その当時は校舎砲台になっています。校舎砲が置いてありました。でその芝生のところで苦しんでおる、もう本当に苦しんでおる姿なんですね。でもう少し待っとれ帰ってくるから言うてまた探しに行ったんですが、行けども医者はどこへあるやらわからん。また同じ土手を帰ってきた時にはもうその姿はなく、もうその辺りはずらーっともう兵隊がおり、あるいはどんどんこの最初の時点ですから、まだひどいやけどをする人じゃなかったですけれども、どんどん北へ北へ、広島の人たちが行っておりましたね。また宿舎へ帰りまして、そしたらもうその下級生はいつの間にかおらんなったんですよ。どこ行ったんか。この近所だったから、おそらく自分の家へ帰ったんだろうね。その名前を今思い出すんですが、で、寄宿舎へ帰って、
そして倒れた後の部屋へ行ってみたんです。そしたらちょうど運よく一番南側に私らおりましたから、まあいわゆる本箱だとかそういったようなものが少し北の方へ寄っておったけれども倒れて、でこれはいかんっていうんで起こして、あの当時ですからノートがなかったですね。だからその買いだめをしたノートを元へ戻し、教科書を元へ戻して、そして丁寧にも鍵をかけて、これなら4、5日したらまた来れる思いね。そして鍵をかけて、それからリュックサックを出して、それから柳氷を出して、それはまあいわゆるちょうど腹が減りましたから弁当があったりの思い出したんです、弁当箱が。で見たところが弁当箱の上には土がいっぱい生えて、もういわゆる弁当を食べられる段階じゃ。そしてまあいわゆる呆然とここへ立って、まだ物産室がありましてね、総督には。それからそこに仏さんがありました。でまあ朝晩お勤めがあるわけですよ。そのお勤めをその日もしたわけですけれども、もうどうなるんだろうかなと思わずまあお念仏をさせていただきましたけれども、それから後、社官の宗岡先生というのが来られて、ここへおったらいけんから総督の本部へ逃げようということでした。で、逃げようとしたところが今度は宗岡先生の息子さんが学校へやってきた。それはやはり上着の下側が全部焼けておりまして、で顔が血だらけ、ガラスが破片が当たったんです。それから背中にやけど、その3人ともう一人この寄宿舎の前に長谷川君がおりましたね。その長谷川君と4人、その長谷川君いうのはちょうど登校前に川で泳いでおったんです。まだその修行時間にならんからというので泳いでおったのが、ちょうど浮き上がった時に落ちたんかもわかりませんが、背中がガッとやられたのが来ました。それと4人で総督の本部の長岡先生のところへ避難した。それがどこやらさっぱり今のところ見当つきませんけれども、とにかくこの土手をずんずん北に行きました。もうその時にはもう太陽がもう本当にじりじり照りつけて、この辺りのリュックサックを背負うともう何とも言えん痛みを感じながら裸足で北の方へ逃げましたですね。まあそういうことで逃げたところで長岡先生の奥さんとお嬢さん2人おられまして、でそれが出てきて、そして水を欲しいとした大きなコップがあの当時あったもんですけども、そのコップいっぱい、本当にしっかり飲んだんですね。それがまあ水の最後で、後からはもう給水で、何時になったら水をくれるというような状態でわずかずつしか飲まされるのかったんです。私は幸いなことにその時にいっぱいおいしい水を飲んで、それからこれは大変であるので、奥さんも最初の被爆者で、被爆者ですかね、被害者ですから、治療を念入りにさせる。その時にそうですね、あの当時貴重な油だったんだろうと思いますが、菜種油ですね、天ぷらにする油が、一升瓶が半分ぐらい私の体のためにこう使われたように思いますね。で今でもポッキリの跡が残っております。ポッキリを着とるところは焼けなかった。それからポッキリから出とるところは全部きれいに
焼けました。顔もまあ全部焼けたわけですから、その日はまだかすかにものが見えるような状態ですが、その次の日になってくるともう全く見えませんでしたね。顔が腫れたり言いますか、どういう状態になってるか私には気がつきませんけれども、まあそこの長岡先生のお嬢さんもやはり原爆で難されて、先生は探しに夜行かれるんですけどね、その時に妹さんがおられて「鏡見せてくれや」言うて言ったら、お母さんが「鏡はなんか出しちゃいけません」って言ってですね、娘さんをひどい叱ったのを覚え出してますが、鏡が自分の顔はどんな顔だろうかもう気もあったんですが、だんだん熱にうなされていくんです。それから後はですから、何を喋ったかどうしたかいうのは分かりませんね。で、まあ、一番恐ろしかったのはその後の飛行機が空襲警報ですよね。そうするとみんな全部バーッと出ていってしまう、丈夫な人は。あと残ったものは夜やなんかでも恐ろしい状態でしたね。でその長岡先生のところでそのような状態になっておるんですが、その晩でしたかね、同級生が観音の三菱から帰ってきて、寄宿舎の生徒ですね。そして先生がこうせいああせい言ってお医者へ連れてってくれました。そしたらその医者へ連れて行く時に、もう庭にはいっぱい避難してきた人が、その人をまたげまたげやっと道路へ入れてですね、そしてまあお医者行ったんで、お医者行ってもそこにお医者さんがおったから、まあ、病院の状態になったんですよな。そこで初めてこの片山君と、まあ、どうして逃げたんならいうような状態ですね。それはもういわゆるベッドうずくまっておりました。まあ、父親母親も私を最初よう発見しなかったです。たくさん並んどる中で誰がどれやら分からんわけですね。顔が同じような状態で、まあなんかこうニコッとしたんでしょうね。その花見で私のおばがこれだということで気がついたような状態ですね。だからもうその当時は顔も何もかにも本当にこう手記へ書いてある以上のものだったんだろうと思いますね。まあ、去年初めてね、広島のドームの周辺を歩きました。それは他府県からいろんな人たちが集まってきたのを私が世話したもんですから、初めて歩いて、そこでまあ私の体験を話したりしたんですが、随分きれいになっている。まあもともとずっとその原爆ドームの周辺とかそういったところはどうもこう行くのに足が重くて、で行きませんでしたけども、去年まあああいった状態で行かせてもらったんですけどね、やはり、観光という気持ちで来られるんでしょうけれども、だんだんとそういった人たちに、理解といいますか、そういうふうなのが求められていくんじゃないかと思いますけどね。まあ、だんだんと広島の原爆の恐ろしさいうものを知っていただかないといけんから、まあ私も何十年間喋らなかったわけですけども、まあ新谷君やなんかに対したり、あるいは下級生の話を残ったもんから聞きますと、どういうもんですかね、こっちの方を守れ、寄宿舎の生徒は中心部へ出ていった、
たくさんの下級生がおりましたですけどね、そういった人が今思い起こされますけれども、本当に残念ですね。